中国の高速鉄道が揺れるのは30年以上前から予測できていました。現役電車運転士の T 学長です。生徒のユンです。日本製部品の供給停止から中国高速鉄道の危機が始まったのです。その理由も含めて、中国高速鉄道の危険な現状について、これから詳しくお話しいたします。それでは一緒に見ていきましょう。昨年 SNS で中国の高速鉄道が激しく揺れる動画が話題になりましたね。お茶がこぼれるくらい揺れている映像を見てすごく驚きました。はい、2024年9月に撮られた、中国の高速鉄道、復興号の動画が世界中で話題になりました。時速300キロ。つまり車なら東京から大阪まで約2時間半で行けるほどの速さで、走っている時に車内が激しく揺れていたのです。その揺れってどのくらい強かったのですか？計測器で 0.35G という数値が記録されていました。これは簡単に言うと、遊園地のジェットコースターで感じるような揺れの強さです。国の基準では 0.25G 以下とされているのでかなり強い揺れだったんですよ。なぜそんなに揺れるようになったのでしょうか？実は日本が2023年3月に、絶対に緩まないネジの供給をやめたことが大きく影響しているんです。ただのネジが原因で電車が揺れるようになるんですか？一見ただのネジに見えますが、これがとても特別なものなんです。日本のハードロック工業という会社が作った、絶対に緩まないナットは、線路のつなぎ目に使われる大切な部品なんですよ。そもそも日本はなぜネジを売るのをやめたのですか？日本政府は中国が技術を軍事に転用する危険があることや、特許権を守らなかったことを理由に輸出をやめました。そして実はドイツも2022年末に車輪や車軸の供給をやめていて、両国から買っていた重要な部品の約8割が急になくなったのです。そもそも絶対に緩まないナットって、どのような原理で緩まないようになっているのですか？このナットは日本の昔からあるくさびの原理を使っています。くさびってわかりますか？木を割るときに使う三角形の道具です。簡単に言うと2つのナットを組み合わせて、ネジ山にしっかり食い込むようにできているんです。どのくらい精密に作られているのですか？例を挙げると、髪の毛の太さが約 0.1 ミリですが、このナットは 0.001 ミリという精度で作られています。つまり髪の毛の100分の1の精度なんです。それはすごく小さいですね。そんなに精密なネジじゃないと電車は揺れてしまうということですか？そうなんです。線路は温度で伸び縮みするので、一定の間隔でつなぎ目が必要です。このつなぎ目のボルトが緩むと、電車が通るたびにガタンという衝撃が生じて、振動が起きるんです。でも中国は自分で同じようなネジを作れないのですか？中国でも似たような部品を作っていますが、品質に大きな差があります。実験では、中国製のナットは2300回の振動で緩んでしまうのに、日本製は100万回以上緩みません。つまり400倍以上の差があるんです。そんなに違うんですね。どうしてでしょうか？それは加工の精度が違うからです。日本では 0.001 ミリという、髪の毛の100分の1の精度で加工できますが、中国では一般的に 0.01 ミリという髪の毛の10分の1の精度なんです。実に10倍の違いがあるんですよ。これは実際に電車にはどんな影響が出ているのですか？北京の調査では、中国製ナットを使った場所では、線路のズレが9ミリにも達していました。これは許容範囲の3倍であり、線路がずれると、電車が蛇のように左右に揺れる、蛇行運動が起きやすくなります。どの路線で問題が起きているのでしょうか？特に北京と上海を結ぶ線路と、北京と広州を結ぶ線路で起こっています。2024年の測定では、2022年に比べて、揺れが約 1.6 倍から 1.7 倍も大きくなっています。それは大きな変化ですね。もっと心配なのは、車輪の軸の部分が異常に熱くなることです。上海の記録によると、2024年の1月から8月までに、120度以上に熱くなる事例が前の年の3倍以上も増えています。これは鍋で水を沸かすくらいの熱さです。この熱で油の粘りが下がり、車輪が空回りする割合が 2.8 倍も増えているんです。それって危険じゃないですか？その通りです。揺れと熱は高速電車にとって非常に危険なサインです。揺れが続くとネジがさらに緩み、部品が早く傷んで、最悪の場合は脱線事故につながる可能性もあります。実際、2024年9月には鄭州東駅で電車の先頭車両が、線路から外れかけたこともありました。小さなネジ一つでも高速電車の安全に大きく関わるんですね。その通りです。高速電車は時速300キロという、飛行機の離陸前のスピードに近い速さで走るので、小さな部品の質や精度が安全を大きく左右します。今日のお話で覚えておいてほしいのは振動というキーワードです。振動が大きいほど事故の危険も高まります。
日本製の特別なネジが使えなくなって、中国の高速電車の揺れ問題が深刻になっているんですね。速く走る乗り物には目に見えない小さな部品まで、高い精度と品質が必要なんだと分かりました。そうですね。高速電車の安全は、部品の品質や加工の精度に大きく左右されるんです。日本の新幹線が開業以来、60年以上も乗客の死亡事故がないのも、こうした細部へのこだわりがあるからなんですよ。さて次は、この技術がどうやって発展してきたのか詳しく説明していきましょう。そもそも中国の高速鉄道はどうやって作られたのですか？中国の高速鉄道技術は、主に日本、ドイツ、フランスなどの先進国から技術を導入して発展してきました。なるほど。他の国から技術を学ぶのはそんなにおかしくないのでは？技術を正式に購入して学ぶのは問題ありません。ですが中国の場合、技術を買った後に、無断で複製したり、特許を無視したりという問題がありました。これがパクリと呼ばれる状況です。具体的にはどんなことがあったのですか？2006年に川崎重工業から新幹線 E2 系の技術を導入しました。契約では完成車両3編成と部品6編成を中国へ輸出し、51編成を中国で生産する予定だったのです。しかしその後、中国は学んだ技術をもとに1421件もの特許を無断で申請し、復興号という自国開発の車両だと発表したのです。それはパクリと言われても仕方ないですね。その通りです。それではここでクイズです。日本の新幹線は何年に開業したでしょうか？ 1、1962年。2、1964年。3、1966年。東京オリンピックの年だから、1の1964年だと思います。正解です。新幹線は1964年10月1日に開業し、それ以来60年以上も安全運行を続けています。このような長期間の安全実績こそが真の技術力の証なのです。でも中国も同じような形の車両を作っているなら、同じように安全に走れるのではないですか？実はそこが大きな問題です。日本の鉄道技術者たちは30年以上前から、設計の模倣だけでは安全は確保できないと警告していました。日本鉄道車両輸出組合の倉沢康樹さんも、中国の高速鉄道は日本の新幹線の技術だと指摘していました。なぜ、形を真似るだけではダメなのですか？それには大きく2つの理由があります。1つ目は、材料の純度です。日本の鉄鋼材料の純度は 99.998% なのに対し、中国製では 99.985% 程度。このわずかな差でも部品の強度や耐久性に大きく影響します。2つ目は加工精度。日本では 0.001 ミリ単位の加工ができるのに対し、中国では 0.01 ミリ程度です。先ほども出ましたが10倍の差があるということです。では、どうして精度の差がそんなに重要なのですか？時速 300km で走る高速鉄道では、わずかな精度の違いが大きな振動や揺れを生み出します。例えば自転車のタイヤがほんの少し曲がっていると、猛スピードで下り坂を走った時に、ハンドルが激しく震えるようなものです。なるほど。速く走るほど小さな歪みが大きな影響を与えるんですね。その通りです。そしてさらに重要なのは、図面や設計書には書かれていない、暗黙知と呼ばれる知識やノウハウです。これは製品を分解して調べるだけでは手に入りません。暗黙知とはどんなものですか？熟練工がボルトを締める時の手の感覚や、わずかな異音や振動から故障の予兆を感じ取る能力などです。これらは長年の経験と技能の伝承によってのみ身につくものです。なるほど。料理のレシピを見ても、お母さんの味にはならないのと同じかもしれませんね。いい例えですね。確かにどんなに正確なレシピがあっても、火加減や素材の選び方など経験から来るコツがあります。高速鉄道にも図面には書かれていない、匠の技が詰まっているのです。つまり、中国の高速鉄道は形だけ真似ても、本当の意味での技術は手に入れられなかったということですね。その通りです。だからこそ、日本から部品の供給が止まると問題が表面化したのです。高速鉄道の安全性は、目に見える設計だけでなく、材料の純度、加工精度、そして長年の経験から生まれる暗黙知の集大成なのです。技術の本当の価値は形だけではなく、その背景にある知識や経験にもあるんですね。そういうことです。中国の高速鉄道はとても速いイメージがありますが、問題はないのですか？中国は開発当初から、世界最高速度にこだわり続けてきました。2008年には時速 394.3 キロの世界記録を樹立し、その後も速度記録の更新に執着していたのです。
しかし、この速度優先の姿勢が大きな問題を引き起こしました。どんな問題が起きたのですか？ 2011年7月23日、浙江省雲州市で中国高速鉄道史上最悪の事故が発生しました。D301 列車が D3115 列車に追突し、高架橋から4両の車両が落下して40人が亡くなり、192人が負傷したのです。なぜそんな事故が起きたのですか？直接的には信号システムの故障が原因でしたが、根本的には急速な建設と高速化を急ぐあまり、安全システムの整備が追いつかなかったことが問題でした。中国は技術的な基盤が十分でないまま見た目の速度だけを追求していたのです。事故後は安全を重視するようになったのでしょうか？一時的には時速250キロに制限されましたが、わずか6年後の2017年には京沪高速鉄道で、再び時速350キロでの運行を開始しました。そして2024年6月には、武漢から広州区間でも、350キロでの常態化運行が始まったのです。速度を戻すのは危険ではないのですか？ここで重要な指標があります。速度バランス比という、平均速度を最高速度で割った値なのですが、日本の新幹線は 0.91、フランスの TGV は 0.88 と高いのに対し、中国高速鉄道は 0.65 と低い値なのです。これはどういう意味ですか？最高速度を宣伝している割に、実際の運行では安全のために速度を大幅に落としているということです。つまり、技術的に十分な安全性を確保できていないのに、見せかけの最高速度だけを追求しているのです。それは本末転倒ですね。さらに問題なのは、前回お話しした部品の品質問題があるにもかかわらず、高速化を続けていることです。上海市理工系大学の専門家は、中国製車輪は時速140キロ程度の走行になんとか耐えられる強度しかない。350キロ運転はリスクが高い、と指摘しています。それなのに350キロで走らせているのですか？そうです。日本鉄道技術協会の試算では、現状の振動レベルが続けば、中国高速鉄道網で、大規模脱線事故が発生する確率は、87% にも上るとされています。実際、2024年9月には、鄭州東駅で先頭車両が線路から逸脱する事態も発生しました。ではなぜ、危険を承知で高速化を続けるのでしょうか？中国政府は高速鉄道を、国家の威信をかけたプロジェクトと位置づけており、世界最速という肩書きに強くこだわっているのです。しかし、真の技術力がないまま速度だけを追求することは、乗客の命を危険にさらすことになります。速さよりも安全が大切だと思います。その通りですね。高速鉄道は安全性と速度のバランスが何より重要です。中国の事例はスピード優先の代償として、世界中の鉄道関係者に重要な教訓を与えています。次は、安全性を最優先に考える日本の新幹線について詳しく見ていきましょう。話を聞いた限りでは、中国の高速鉄道は危険な状況にあるようですね。一方で日本の新幹線はとても安全だと聞きますが、本当ですか？はい、日本の新幹線は1964年の開業以来、乗客の死亡事故が一度も起きていません。約60年間にわたって死亡事故ゼロという驚異的な安全記録を持っているのです。なぜそんなに安全なのですか？新幹線の安全を支えているのは、高精度の部品と徹底した保守点検です。例えば、新幹線の車両1両には、約2800個ものセンサーが取り付けられています。これに対して中国の高速鉄道車両は約800個程度、つまり3分の1以下なのです。センサーの数からそんなに違うんですね。他にも違いはありますか？保守点検の頻度も大きく異なります。新幹線では48時間ごとに使用検査を行い、30日または3万キロごとに交番検査を実施します。一方、中国では使用検査は3日ごと、交番検査は1ヶ月ごとと点検頻度が低いのです。中国は今後、自分たちの技術で安全な高速鉄道を作れるようになるのでしょうか？技術的な可能性はありますが、課題は依然として大きいと言えるでしょう。中国は確かに2035年までに高速鉄道を7万キロに拡大し、部品の国産化率を 85% 以上に引き上げる計画を持っています。また北斗衛星測位技術や 5G 通信技術を活用したスーパーブレインと呼ばれる制御システムの開発も進めています。それはすごいですね。うまくいけばですが、技術的な課題は依然として大きいです。特に材料科学の分野では日本と10年以上の差があるとされていますし、鉄鋼の純度管理や熱処理工程の精度差は短期間では埋められません。また、先ほど話した暗黙知の蓄積には長い年月がかかります。では国際的な信頼は取り戻せるのでしょうか？
残念ながら、道のりは遠いと言わざるを得ません。中国の高速鉄道技術に対する国際的な不信感は大きく、特に2025年1月には EU が中国製炭素鋼ネジに対して、最大 85% の反ダンピング関税を適用するなど、技術への信頼回復は簡単ではありません。でも技術は日々進歩していますよね。いつか日本製のネジがなくても、安全な高速鉄道を作れるようになるのでしょうか？理論的には可能ですが現実的にはまだ遠い目標ですね。日本鉄道技術協会の試算では、中国製代替品では保守コストが約 2.25 倍にも膨らむとされています。20年間の保守費用が1キロあたり日本製部品では 2.8 億円なのに対し、中国製では 6.3 億円と大きな差があるのです。逆を言えば、お金をかければ安全は買えるということですか？単にお金をかければいいというものではありません。技術の基礎となる材料価格の向上、加工精度の改善、そして何より安全文化の醸成が重要です。日本の新幹線が安全なのは、安全を最優先するという価値観が、技術者から乗務員まで浸透しているからこそなのです。なるほど。それでは中国の高速鉄道の未来はどうなると思いますか？中国は世界最大の高速鉄道網を持ち、技術も進歩しています。しかし真の安全性を確保するにはスピード偏重の姿勢を改め、基礎技術の着実な積み上げが必要でしょう。日本製ネジなしで安全を確保するには、模倣から真の技術革新へと発想を転換する必要があります。その日は必ず来ると思いますが近道はないのです。技術も安全も、しっかりとした基礎があってこそ成り立つものなんですね。とても勉強になりました。そうです。高速鉄道は国の技術力の象徴でもありますし、今回の教訓を生かして、世界中の鉄道がより安全になることを願っています。ここまで見ていただいた皆さんは立派な本学の生徒です。これからも一緒に鉄道に関して考えていきましょう。チャンネル登録や高評価をいただけると励みになります。ゆんちゃんは今回の話を聞いてどう思いましたか？中国の高速鉄道はスピードよりも安全性を高めるべきですね。どんなに速くても安全でなければ意味がないと思いました。その通りですね。鉄道事業で一番重要なのは安全です。そのため、部品の品質や保守点検技術者の育成を怠ってはいけません。皆さんも安全が確保されていると感じる鉄道に乗りたいと思いませんか？視聴者の皆さんにも質問です。あなたは中国の高速鉄道が問題点を克服し、安全性を高められると思いますか？コメント欄で教えてください。このチャンネルでは、現役電車運転士の私が鉄道について解説していきます。取り扱ってほしいテーマや質問があれば、コメント欄にぜひお願いします。それでは今日はこの辺りで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。